皆様こんにちは。今回は4月に東京に行った時にサイン会をしたり、それからアペリティフイベントというのをしたんですが、そこに来てくださった皆様に感謝の気持ちをお伝えしたいのと、こんなことをしたんですよと、残念ながら来ていただけなかった皆様にもご報告したいと思い、お話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。では早速今回の日本滞在の目的と、期間について教えていただいてもいいですか？今回日本には2週間滞在してたんですけれども、本当にちょうど本の発売があって、こちらの本なんですけれどもね、366日の日々を楽しむフランスの暮らしということで、366日のなんかこう日記のような本なんですが、こちらの本の発売に合わせてサイン会をしたのと、あと軽井沢のブレストンコートというところの湯川丹というレストランで、こちらは2回目になるんですが、アペリティフのイベントをしてきました。あとは全くプライベートではもう大事な免許証の更新もありもう早々に予約を入れて、着いた翌日には免許証の更新に行ったりとか、なんだかそんなことでバタバタと慌ただしく過ごしていた2週間です。久しぶりの日本だったんですか？5ヶ月ぶり。そう5ヶ月って本当に、だからちょうど工事中だった建物がなんかもう完成してるとか、本当にそれでもなかなかゆっくり出歩くというよりは、もうやることがたくさんあって、それをこなしていたという感じですね。お忙しかったんですね。でもね、なんか忙しいの好きなのでそれはそれで楽しんでました。じゃあまず軽井沢のイベントについて、どんなイベントだったかだったり、なんか印象に残っていることあれば教えてください。星野リゾートさんの軽井沢ブレストンコートというホテルの中に湯川丹というレストランがあって、そこで本当に2回にわたって不少人数のそのイベントをしたんですね。お食事をしていただきながら、結構お食事に合わせてワインもそれに合うのが出てきて、なんかそれを楽しんでいただきながらお話をしたり、それからもう一人お一人とお話をしたり、写真を撮ったりというイベントをしてきました。とにかくご夫妻でね、来てくださってる方がいらしたりとか、そう素敵なので、レストラン自体がそんなに大きくないから、2人のテーブルと4人のテーブルがいくつかで、でもそういう2人のテーブルにご夫妻でいらしていて、でなんかすごい一生懸命話も聞いてくださって、でなんか男性がいらっしゃると私とか緊張しちゃうのね。だいたいイベントって女性ばっかりだから、でなんかもしかして無理やり奥様に連れてこられちゃったのかしらとか思って、なんかちょっとドキドキしながら実際テーブルとかに行くと、なんかご主人も一緒に実は YouTube を見てくださってたりとか。嬉しいですね。すごい嬉しかったです。だからご主人もその YouTube の感想を話してくださったり、あるいはやっぱり奥様のことでなんか気になってることとかを「えりこさんどう思いますか?」とか言われてとかっていう感じで、でも本当に人数が多くなかったので、そういう意味ではすごく近い距離感でいろんなおしゃべりができたり、一緒に写真を撮ったりとかできて楽しかったです。素敵な時間を過ごせたんですね。素敵です。で、あとやっぱりお一人でねいらしてる方も多くいらしたんですけど、お一人の方たちはやっぱり4人席とかになってたの。でも後から聞いたら、やっぱりそのテーブルで皆さんが仲良くなって連絡先を交換して、なんか今度またえりこさんのイベントあったら一緒に行きましょうとか、なんかそういう話になってたっていうのも聞いて、まさにそれをすごい望んでるっていうか、なんか輪が広がっていく場でもあるので、すごい嬉しいっていう、本当にそういう楽しく嬉しいイベントでした。素敵、いいですね。ありがとうございます。ではサイン会についても教えていただいてもいいですか？でサイン会は150名ということで、なんか本当にありがたいことにすぐに皆様にお申し込みいただいて、150人の方がいらしてくださってサインをしたんですけれども、やっぱりそこでもすごく YouTube を見てくださってる方が多くって、あと若い方も増えてきて、なんか大体本当に前まではなんか私そういうサイン会とかイベントやると、ちょっと私より年下から結構上が幅広かった。だからもう20代の方とかはもう絶対ないと思ってたんですけど、結構20代の方がいらしてくださったりして、とか高校生の時からファンでしたとか言われると、もう本当にありがとうとかっていうそういう感じでしたね。でもすごい毎回本のそういうサイン会ってなんか
ちょっと自慢しちゃうと、後から書店の方とかいろんな方から本当にえりこさんのサイン会にいらっしゃるお客様は素敵な方が多いですねって言っていただくので、それはお顔が美しいとか素敵なお洋服を着てるとかもそういうことだけじゃなくって、皆さんねすっごい穏やかで、皆さんきちんと待ってらっしゃるの。例えば時にはちょっと長くお待たせしちゃうこととかあるじゃない。でも皆さんちゃんと待ってらして、であとは書店の方とかね、サイン会の出版社の方とかに皆さんねすっごいお礼を言って帰っていかれるの。で、えりこさんお忙しいのにありがとうございます。いやいや、それは私のセリフですっていう感じだったり、スタッフの方たちにもすごい丁寧に声をかけてくださったりして、本当にそういうお客様ばかりだから楽しいんですよ、その時間も。いいですね。すごいだからいろんな話をしてても楽しいし、今回もすごいたくさんお手紙とかいただいて全部持って帰ってきてて、今ね今回まだ着いたばっかりなんて読んでないんですけど、これからまたミラノに帰って全部読んで、住所とか書いてくださってる方にはお返事を書きます。お返事書かれるんですか？そう、住所を書いてくださってる方には基本お返事を出してます。でもすごい3ヶ月後とか半年後とかになることも多々あり、もう申し訳ないんだけれども、でもとりあえずちゃんと読みましたよということと、やっぱりそうやって時には本当に遠くからいらしてくださる方もいらっしゃるので、ちゃんとできる限りお礼をお伝えしたいなと思って、そうなんです。すんごい先になっちゃう、もう忘れた頃にっていう方もいらっしゃると思うんだけど、お手紙書いてお返事出してます。もうそれは昔からずっとそうされてきたんですか？昔からやってますね。はい。すごい習慣ですね。でもメールアドレスとか書いてくださってる方には残念ながらお返事出せてなかったりとか、時には書いてうちのね事務所の方から送っていただいたりとかすることもあったんだけれども、やっぱりできれば直筆で書きたいので、はい、住所が書いてある方にはお手紙を出したりしてます。お手紙でももらうとすごい嬉しいですもんね。なんか特に今は手紙をもらうということがもうないでしょ。出すことももらうこともないので、なんか怪しいと思われるかもしれないけれどもでも私自身はやっぱり手紙の方が、たった一言でもその方がなんか伝わるかなと思って書いてます。素敵な習慣ですね。ありがとうございます。そうなんですね。とにかく本当に皆さんもすぐに申し込んでくださって、結構いろんな地域からわざわざ来ていただいたので、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいですし、なんか皆さん丁寧にすごいお手紙を書いてくださったり、あとたくさんなんかお土産というかプレゼントもくださったりして、全てが全部嬉しかったんだけれども、嬉しいなと思ったのが、えりこさんってこれ多分えりこさんが読んでないと思うんですけれどもって言ってね、本をプレゼントしてくださる方も結構いらしたんですよ。本だからえりこさん本好きですよねって、でえりこさんがいいと思ってた本を私も読んで、だから私がいいと思った本も読んでいただきたくってって言って持ってきてくださったりして、はい、そういう本をいただいたりもすごい嬉しかったです。だからなんかそれって今までだったらそうやってブログだったりインスタだったり YouTube で発信をしていて、もちろんコメントをいただいたりして、こんな風に感じてくださったんだとかわかるんだけれども、実際直接会ってそうやってお話をしたり、あとこうやってえりこさんこれ好きだからって何かを持ってきてくださったりって、すごいもっと近い感じで、本当になんか楽しいし、その時間がすごくハッピーでしたね。それはサイン会に限らず、そちらのイベントの方も本当にもっと人数が少なくって、もっとゆっくりなんかお話しする時間があったんですけれども、やっぱりずっとブログを読んでますとか、インスタをこういうとこを見ててこういうのが好きですとかって、やっぱりいろんなお話をしてくださるので、本当に直に目を見てお話ができるっていうのはすごく貴重な体験だなと思って、これからもまたそういう機会があったらできたらいいなと思ってます。やっぱりそうですよね。リアルなコミュニケーションというか、リアルなコミュニケーションって本当に今やっぱり何でも打ち合わせも Zoom でできちゃうし、いろんなことが割とこのカメラを通して楽にコミュニケーションが取れるようになってるからこそ、なんか直に会うっていうのがすごい貴重な時間だなって。で皆さんだってわざわざそのために来てくださるわけじゃないですか。
その時間をかけて、やっぱりそれは10分20分じゃなくて、やっぱ移動の時間、支度の時間を考えると、その時間をこう作ってくださったっていうことに対してすごい感謝の気持ちがありますね。そう、あとイベントでは、友達が来てくれたりとか、私の妹もなんかお友達と申し込んでくれてたりってことが後から分かって、そうなんで妹も来てくれてたんですけど、それ以外にも友人夫妻がサプライズで来てたりとかで、ちょうど友人たちが来てたから、じゃあイベントが終わった後ちょっとどっかのお店でみんなでちょっと飲むぐらいのノリで話してたんですけれども、なんかそれっきりこうそういうやり取りがなくなっちゃったので、どうすんだろう、みんなうちの妹もいるし、みんなで会おうって言ってたのに、なんかこのままなんか立ち消えかなって思って、で妹にもなんかみんな来るからさ、どっかお店探さなきゃいけないよねって、やっぱ私探さなきゃいけないよねってずっと言ってたら、妹が誰々さんと誰々さんが探してくれるから大丈夫よって、そうかな、でもなんかせっかく来てくれるから私見つけた方がいいよね、大丈夫大丈夫って言われてて、で蓋を開けてみたら軽井沢在住の友人のところにみんなで集まることになってて、しかもイベントに参加してなかった別のお友達も東京から来て、軽井沢で夜集合して、その友人宅で大騒ぎというすごいサプライズがありました。サプライズのパーティーだったんですね。私娘も連れて行ってたので、みんなで行ってみんなで盛り上がってっていうじゃあもう楽しい軽井沢の夜を。軽井沢の夜すごい楽しかった。でも軽井沢って夜11時ぐらいでお店は全部閉まっちゃうんですって。早いんですね。早いんですよね。だから本当友人宅でよかったと思って。でも別のお友達が泊まってたホテルはもう11時が門限で、そう大変って急いで電話して12時までなんとか門限を乗っていってそんなことがありましたが、本当になんかたくさんそうやって応援してくださっている方にもお会いできて、またそうやって友人たちとも会えた、すごい楽しい軽井沢の夜でした。素敵です。なんか日本滞在で印象に残った出来事とか瞬間とかってありますか？もうね、たくさんあるけれども、それこそ運転免許証も予約しなきゃいけないって知らなくって、知ってた？免許持ってないんです。取らなきゃ。聞いたことあります。前回はちょうどコロナの規制がちょっと明けたぐらいだったから、もう全然普通にその時は冷めずに行って更新をしたんだけれども、今回はもう更新しなきゃと思ったら、妹とか友人から大変よって、最近は予約をしないとダメって言われて、そうだから予約をして、本当だから到着した翌日にハードスケジュールですすごい行って免許証更新してきました。無事に。そうですね。でも本当に東京滞在はいつも忙しくなってしまうけれども、なんかすごいリラックスする。なんか本当バタバタしてるけれども、なんかそのバタバタさえもすごい楽しいというか、そんな感じですね。今回はでも着いた日も強風大雨で、なんかあったかいと思って何も上着を持たないで行ってしまったら、なんかすごい寒くて、なんか本当に唯一持ってったセーターを何日間か着続けてたりとか、そんな感じでした。ちょうど桜の時期でだったのに、その私が到着した日が強風大雨で、全部なんかこう家に向かう道もなんかチラチラとしたものが落ちてるなっていう感じで、だから残念でした。なんか私のここ最近の思い出は、なんか桜のいつも満開とかその前後に行くことが多いんですけれども、なんかその時すごく寒くなって雨が降って、なんか早く桜が散ってしまうイメージがあります。お天気結構変わりやすいですもんね。変わりやすい。日本もね、だから多分その頃パリとかもすごい寒かったりとか、もう不思議なお天気ですっごい暖かくなったりね。特にそう確か東京も18度とかの日から急に27度ぐらいまで上がっちゃったりとか、なんかそんな感じだったけども、でもすごい楽しかった。といってもやっぱり銀座とか表参道はものすごい外国の方が多くて。多かったですか？多かった。すごい多かったです。桜の時期大人気ですもんね。多分そうなんだと思う。だからそこをめがけていらした方たちが銀座とか表参道とかいろんなところにお出かけされてるんだと思います。
でも今回本当に改めて思ったのが、私ブログはずっと長くやってて、でインスタグラムもちょうどコロナ禍にこうやらなきゃいけませんって言われて、あーって言ってその世界に飛び込み、はい、で YouTube も私はその世界には行きたくないですっていう中で飛び込み、はい、でも世界が広がったなって改めて思って、本当にいろんな方が見てくださって、逆に YouTube からスタートして今えりこさんのブログを昔からの全部読み直してますっていう方がいらしたりして、なんかすごい嬉しい、すごくこう世界が広がったなと思っていて、だからこう嫌だそこには入りたくないって散々こうやってたけれども入ってよかったなと思うし、まだまだこう自分でなかなかこう撮ったりいろんなご報告できるようなのがこううまくできないんだけれども、なんか皆様にこういろんなスタッフの方とかにもご協力いただいて、なんかもうちょっとまたいろんなことをやっていきたいなと思っています。でも今回は実際にこういう画面越しじゃなくやっぱりお会いできたっていうのがすごく嬉しくって、改めて本当に来てくださった皆様にはもう感謝の気持ちしかないです。本当にありがとうございました。それからこれからはまたもっとそういう機会を持てるようにしたいなと思っています。それこそね、本当にちょっといろんなことが落ち着いて、今ちょっと日本から海外行くのすごい高いでしょ、はい、でもそういうのももうちょっと落ち着いたら、例えばみんなでパリに集合とか楽しくない？楽しそうですね。なんかみんなでこうそんな大人数は無理だけど、でも私の好きなレストランに一緒に行くとか、みんなでなんかちょっとこうパリを楽しむとかっていうのもありかなと思ったり、それ素敵ですね。なんかそういうこともでちょっといろんなことが本当落ち着いたら計画しても、そしたら来てくださるかなとか思ったりとか、いろいろ楽しいことをやっていきたいなと思っています。で実際にイベントをやった時にもちょっとお話ししたんだけれども、なんかこうおしゃれをして出かけるとか、そういう機会ってなんかどんどん作っていった方がいいのかなと思って、こうみんながおしゃれをしてなんか集まるって楽しいじゃない。特にまた女性とかすごく華やかだし、なかなか普段の生活だとそういうことがなかったりするので、そういう機会をやっぱりもっとこう作っていけたらいいなとか、なんかいろいろそういうことは考えています。わー、楽しみなことがいっぱいですね。まみちゃんも参加してください。そしたらぜひぜひ。ありがとうございます。でも今回は本当にちょっと2週間滞在だったけれども、やっぱり皆さんにお会いできてすごく嬉しかったし、やっぱり皆さんが本当にすごい一生懸命こう YouTube とか見てくださってるのも分かって、これからもっともっとこう皆さんが楽しんでいただけるようなものを発信していけたらなと思っています。ありがとうございます。えりこさん、今日のコーディネートもすごい可愛いんですけど。ありがとうございます。シャツの袖口についているピンはフランスと日本でもうこれは夫のを借りました。そうなんですね。私たち本当にこういうカフスボタンをつけるシャツがすごく好きなので、彼もいっぱいコレクションしていて、なのでもう私は彼のコレクションの中から毎回勝手に借りて使って、じゃあもうシャツにもともとついてるものではなくて、じゃなくて、そうカスタムされたってことですか？そうだから、あとさっきはここひよこにしようかなとかいろいろ悩んだんだけれども、この日本とフランスの国旗にしてみました。素敵です。ありがとうございます。シャツもとっても可愛いです。ありがとう。これはもうかなり前だ。2017年とか18年ぐらいかな、にレリアンという、私がちょっとプロデュースということでコラボレーションという形でいろいろお洋服を作った時に作ったシャツ。じゃあえりこさんが作られたシャツ？そう、これはそうだからデザインというか、こういうのが欲しいですって言って、だからこの襟とかはほらいつも割と着ているシャツのものなんだけれども、こうちょっとここにこう華やかさを入れてくださいってお願いをして作った。カフスボタンもつけれるように。そうなので、これはね、売ってた時はもうちょっとおとなしい、ちょっとちっちゃなパールみたいなカフスボタンだったんだけれども、それをあえてちょっと今日は日仏にしてみましたでデニム合わせ。そう、デニム合わせで、靴はちょっと派手というか華やかなピンクにしてみました。可愛らしいです。ありがとうございます。こんな感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。